タゼです。本日はポンド円をテーマに相場観察していきたいと思います。はじめこちら、シワシになります。シワシは今週安値の更新となりました。足元の相場では、こちらの6月から高値圏で保ち合いが観察されています。こちらのフォーメーションとしましては、トライアングルの上限、これをブレイクしたのが直近10月29日週の形線であって、さらにその後3週の陽線からも、本来的にはレンジの上として、ボリンジャーバンド、2シグマ付近を目指していくといったことが想定されたわけですが、今週の相場は先週のこちらのインサイド、これを明確に下に割り込んだわけですね。ですから、スパイクローではありますが、こちらの形線は当面支配力と上値トライの否定を示唆しているとも解釈できます。これら踏まえて次週以降の戻りの参考としましては、保守的に見ても今週の安値を再度試す動きがありましたら安値割り自体は容易であって、その場合の次の戻りトライの参考としましては、こちら本年の7月、こちらのスパイクローつけましたプライス176円前半はトライも視野に入れるべきというふうに考えています。一方で今週の下落はいささか材料に伴うパニック的なものであったことから、次週早々に今週のスパイクローを踏襲すべく切り返しも想定できなくはないですが、現時点の相場からそのような外是性は低いというふうに言います。ですから次週以降の相場は当面下値の余地を探るといった展開が継続されるというふうに見ています。続いて日足になります。日足は現在 GMMA のデッドクロスを試しています。足元の相場では、こちらの直近の高値である陽線が11月の14日、こちら高値から4日の取引日が調整によって反落、そして5日目のこちらのスパイクローの、安値が GMMA の長期束およびボリンジャーバンドの基準線をざらばに支持ゾーンをテストした上で再度切り返しがあって、11月の24日の直近最高値へのシフトがありました。しかしながらその後続伸ができずに、これらダブルトップの中間に位置するこちらの安値、これを割り込むことで日足におけるダブルトップの形成を正当化した上で足元までの下落を形成しているわけになります。ですから次週以降何らか上値を試す動きがあったとしても、目先の抵抗ゾーンおよび木曜日のこちらの支配的なモメンタムを持って示されました形線、これの高値を早急に否定することはハードルが極めて高く、むしろさらなる続落を、下値の余地を視野に入れるべきと考えています。最後にまとめになります。このように月足を見ていきますと、以前の動画から申し上げてきたように、こちらがスピード超過、これに対する急ブレーキが今後の下落を一層鮮明化させていくというふうに見ています。具体的にプライスアクションの視点を持って見ていきますと、こちらの6月の大陽線以降、4ヶ月の調整を先月の形線が終値が若干ではありますが更新していることから、本来的にはこちらの続伸が見込まれていたにもかかわらず、足元の下落はいささか調整と呼ぶには生ぬるいとさえ思っています。それはボリンジャーバンドおよび GMMA の規則正しい拡散、さらにこちらの RSI、 これの70ゾーン定着といった一見して強気シグナルが、重複することによるロングポジションの集中は明らかであります。ですから仮に一時的であれ反落があれば、逆回転のスピードやモメンタムの高まり自体は自然というふうに言えます。つまり行き過ぎに対する修正は月足からも読み取れるように序章であるというふうに見ています。したがってポンド円の上値トライは少なくとも来年の上期あたりまでは困難になると見ています。個人的にもポンド円のロングポジションのロスカットも視野に入れつつ、今後も相場観察をしていきたいと考えています。時刻は12月の10日朝の6時前後です。本日ご視聴いただきましてありがとうございました。